もし何気ないいたずらであなたの大切な人が死んでしまったら、遡ること約9年前の2014年、中国上海復旦大学上海医学院の校内では学生たちが必死に署名を呼びかけていました。私たちはリン・センハオの死刑に反対しています。彼は死刑になるほどの悪人ではありません。学生たちが声を大にして擁護するリン・センハオという青年は学内でも屈指の優等生。休日には診療所のボランティアなども積極的に行っていた彼の信頼は非常に厚く、死刑反対の署名にも教員を含む177名が名を連ねるほどでした。そんなリンが問われた罪は同級生に対する殺人罪。真面目で人望の厚い彼がなぜ殺人などを犯してしまったというのでしょうか。取り調べの際に語られたその理由は次のようなものでした。彼を殺した理由はエイプリルフールだったからです。エイプリルフールで冗談で殺人を犯したという男。優等生で信頼の厚い男に下った最後の審判とは。この男の言葉、果たして嘘か誠か。おそす。本当にいいものは時代を超えて愛されるケンちゃんです。格言みたいな。やみやみか。です。本日ご紹介するのは中国の学生寮で起こった殺人事件について。この事件なんとエイプリルフールのいたずらで寮のルームメイトを殺害してしまうという本当に呆れるし恐ろしい事件です。いたずらじゃ済まなかったっていう究極系みたいな事件だこれね。そうなんです。それにしてもね、考えれば考えるほど、なんでこんなにね、優秀な学生がね、その優秀な脳みそをね、こんなことに使ってしまうのか。そしてその犯人はね、学生寮にあるみんなが使うあるものを利用した恐ろしい犯行だったんです。エリート学生の変死。遡ること約10年前の2013年4月1日、中国上海。その日の朝、復旦大学の学生寮の廊下へ姿を現したのは寮生のファン・ヤン。つい先日博士号を取得し、耳鼻咽喉科の医師として将来を期待されているエリート学生でした。しかしこの日、そんなファンの未来を一変させてしまう出来事が彼の身を襲うことになるんです。うわ、なんだこの味。寮の廊下に設置された給水器の水を口にしたファンはすぐさまいつもと違うその味の異変に気がついたんです。何度水を汲み直してもその味は変わらず、中の水が悪くなっているのか。そう考えたファンが機械の掃除をしたところ、給水器からはいつも通りの水が出るようになりました。ところが、ファンさん大丈夫ですか？しっかりしてください。給水器の水を飲んだ数時間後から嘔吐と発熱に見舞われたファンはみるみる体調を悪化させ入院。翌々日の4月3日には集中治療室へ運ばれるほどの重体となっていました。そしてこの後昏睡状態に陥ったファンは入院から2週間後の4月16日に永眠。明るい未来を約束されていた青年は突如その生涯に幕を下ろすことになったんです。ファンの死因は薬物アレルギーによる急性肝不全。この事実から警察はすぐさま彼の暮らしていた学生寮の給水器を調査しました。すると水飲み場に残っていた水から有毒物質 N ジメチルニトロソアミンが検出されたんです。またなんか難しそうな名前が出てきた。どういう毒物なのこれは。実はね、この N ジメチルニトロソアミンはね、皆さんにとっても身近なものなんです。というわけで本日のメトラキーワード、引っ張られてるわ。N ジメチルニトロソアミンについて。N ジメチルニトロソアミンは畑の肥料やゴム、プラスチック、繊維の加工などに用いられていた有機化合物、物質の酸化を抑制する働きから以前はあらゆるシーンで重宝されていました。一方で人体には有毒で頭痛やめまい、中枢神経麻痺のほか肝機能障害を引き起こすことで知られています。揮発性が高く水やアルコールに簡単に溶けてしまうため取り扱いには十分な注意が必要なんです。N ジメチルニトロソアミンは様々な化学変化の過程で生成される身近な物質で生肉、魚、ビール、タバコの煙などにもわずかに含まれています。薬の製造過程のほか水道水の処理工程で発生することもあり、どの濃度まで許容するか各国で基準を決め厳しい検査が行われているんです。学生寮の水飲み場からは偶然発生したとは思えない量の N ジメチルニトロソアミンが検出され、何者かが給水器にこの毒を混入したことは明白でした。さらにその後学生寮で聞き込みが進められると毒物を混入した容疑者がすぐに浮かび上がるんです。寮の給水器のことで亡くなったファンと揉めてるやつがいたんだ。寮生たちが口々に名指ししたその人物は被害者ファンのルームメイトのリン・センハオ。リンは警察が事情聴取を行うと抵抗する素振りもなくこう口にしました。はい、給水器に毒を入れたのは僕です。でも殺すつもりなんてなかったんだ。いやいや
何言ってんのこいつ。毒飲んだら死ぬって子供でもわかるじゃん。でもね、本人からすると本当に殺すつもりはなかったと言い張ってるんです。本当に？一貫してね、殺すつもりはなかったという彼なんですけど、果たして本当なのでしょうか。最悪のエイプリルフール。事件の2日前の2013年3月30日。なあ、もうすぐエイプリルフールだろ？今年もなんか面白いことしようぜ。学生寮に響いていたのは、後に被害者となるファンがルームメイトと談笑する声。その場に居合わせたリンは会話に加わらず、面白おかしく話すファンのその姿を冷めた目で眺めていた。こいつ、去年もエイプリルフールに人を騙して喜んでたよな。いつも人を見下してからかって、本当にいけすかないやつだ。エイプリルフールに人を騙すことは一見すると微笑ましい悪ふざけに過ぎない。しかし自分が見下している相手ばかりをターゲットにするファンのその態度に、リンはかねてから不快感を覚えていた。そして今年は俺がお前を騙してやるよ。少しは痛い目を見ればいいんだ。その日の夜、大学附属病院の保管庫を訪れたリンは何かの薬剤の瓶を片手にほくそ笑んでいた。その中身は N ジメチルニトロソアミン。いや、いけすかない気持ちってのはわかるんだけど、毒盛るのはやりすぎでしょ。それでもね、やっぱり殺意はなかったとまだ言い張るんですよ。裁判においてリンはすぐに犯行を認めたものの、給水器に毒を混入したことについては一貫してこう主張しました。まさか死ぬなんて思わなかったんです。使った毒は少量なら命に関わらないと思っていたので。そう、被告人のリンが使った N ジメチルニトロソアミンは水道水などにもわずかに含まれていることがある有毒物質。そのためリンはこの毒を混入したとしても少し体調を崩すぐらいで済むものだと勘違いしていたというんです。しかし被告人は明確な殺意を持って被害者を殺害しています。故意の犯行ではないというリンの主張を真っ向から否定した検察。その言い分にもれっきとした理由がありました。なぜなら学生寮の水飲み場から見つかった N ジメチルニトロソアミンは致死量の10倍以上の濃度だったから。そう、優秀な医大生のリンが死ぬとは思わなかったと主張するには無理のある量の毒が盛られていたんです。致死量の10倍以上って殺すつもりじゃなかったって言えるような量じゃないわよ。おっしゃる通りで、言い逃れできないですよね、この状況。さらにね、続いての検察のね、発言で、リンの本当の心の内がね、明らかになってくるんです。被害者は毒を口にしてから15日かけて亡くなっています。その間の被告人の行動を踏まえると、犯行は極めて悪質と言わざるを得ません。被害者のファンが毒入りの水を口にしたのは2013年4月1日の話。彼はその翌々日に集中治療室へ運ばれています。そしてそこから約2週間、懸命の治療が施されたにもかかわらず、ファンが亡くなってしまったことにも理由がありました。実はファンの急性肝不全を引き起こした毒物が N ジメチルニトロソアミンであると特定されたのは彼が亡くなった後のこと。原因の毒物の特定が遅れた結果、適切な治療が行えなかったんです。そして犯人のリンはファンが亡くなる5日前に逮捕されていながら、何の毒物を使ったかを黙秘し続けていたんです。何より被害者ファンが入院していた大学附属病院はリンの研修先。リンは被害者ファンが体調を悪化させて入院していることを逮捕のずっと前から知っているはずでした。つまりリンはまだ助かる可能性があるのに、その使った毒とか何にも教えず見殺しにしたってことでしょ、これ。そうなんですよ。助かる見込みがあったのに何にもね、明かさない。もう悪意しかないんです。しかし実はそれでもまだリンの周囲には彼を擁護する人々が大勢いたんです。被害者ファンを騙して殺害した挙句、裁判で殺すつもりはなかったと嘘をつき、文字通り最悪のエイプリルフールを実行に移したリン。2014年2月8日、彼には死刑判決が下されることになりました。しかし実はもはや弁明の余地などあるはずもないこのタイミングで、判決に異議を唱える声が続出したんです。リン・センハオは死刑に値するほどの悪人ではありません。死刑判決を取り下げる嘆願書を作っています。署名のご協力をお願いします。大学の構内で看板を掲げ、懸命に署名活動を行っているのは、犯人のリンと同じ普段大学上海医学院へ通う院生たち。集められた署名にはこの大学の教授も名を連ねていたといいます。そう、リンは凶悪な殺人事件を起こしながらもまだ同級生や教授から支持されるほど人望のある学生だったんです。どういうこと？もうここまで私たちが見る限りは本当の悪人にしか見えないわよ。犯行内容やね、裁判の経過だけ見るとそう映りますよね。でも実はね、リンはその生い立ちをたどってみても、20代でここまでの人っているのか、本当に努力家で優秀なね、人だったんですよ。そんなリンを変えてしまったのは、彼とは水と油の関係とも言えるほど正反対の被害者ファンとの出会いだったんです。どうしても許せないこと。
1986年10月17日、犯人のリン・センハウは広東省スートウ市で一家の長男として生まれます。工場勤務の父親に専業主婦で病気がちな母親、さらにリンには兄弟が4人おり、その家系は決して楽とは言えないものでした。ただ、両親や兄弟と苦楽を共にしていくその家庭環境だったからこそ、リンは周囲から多大な信頼を寄せられるその人となりに育ったとも言えるんです。俺が頑張って母さんや弟、妹たちを楽させてやらないとな。長男のリンは物心つく頃からそう考えるようになり、村の誰よりも懸命に勉学に励んでいました。その甲斐あって20歳の頃には中国で10本の指に入るとされる中山大学へ合格。さらに2010年に4年間の大学生活を終えると、普段大学上海学院への推薦を受け、無試験で入学。類いまれな努力で見事にのし上がったリンは、故郷では村始まって以来の天才と称されていました。同級生はすごい擁護するから、どんな人なのかと思ったら本当に努力家で真面目な人ね。そうなんです。ただこの後ね、被害者となるファンと出会ってしまったことで、彼はちょっとずつ狂っていってしまうんです。普段大学へ通い始めたリンは、同時に大学附属病院で研修医として働くようになりました。まだまだ給料は少ないけど、これで弟や妹たちに少しは楽させてやれるな。そうやってリンはわずかな給料から仕送りを捻出し、実家の家計を支えるようになっていたんです。一方、よーし、今月も仕送りが入ったからみんなで宴会しようぜ。そう言って寮内で酒やつまみを広げたのはリンのルームメイトファン・ヤン。一人っ子で甘やかされて育ったファンは、金が入るたびに豪遊を繰り返しているリンとは対照的な性格の学生だったんです。そしてファンは他の寮生とは楽しそうに過ごしていても、倹約家のリンとは堅くなに関わろうとはしませんでした。この貧乏人が寮で宴会に興じるさなか、一人その輪に入ろうとしないリンのことをファンはいつもそう言って見下していました。そしてある時、寮内に給水器を設置する話題が持ち上がった際に、二人の関係をさらに悪化させる出来事が起こってしまうんです。みんなで金を出し合って寮に給水器を置こうぜ。嬉しそうに笑みを浮かべ、集まった寮生にそう投げかけたファン。寮生も口々に賛同の声を上げるが、そんな中一人浮かない顔をしているのがリンだった。給水器ってそんな高価なもの、もうちょっと考えて買った方がいいんじゃないか。リンが放ったその一言に盛り上がっていた場の雰囲気は一瞬の沈黙に包まれた。するとファンは鼻で笑うようにしながらこう言った。じゃあお前は金出さなくていいよ。その代わり絶対に水飲むなよ、貧乏人。うつむくリンの姿に大笑いするファンとその友人たち。これがリンの中に明確な憎悪が生まれた瞬間だった。何よこれ、わざわざそんなこと言わなくていいじゃないの。もはやいじめじゃないこれ。まあね、やっぱリンはね、何の苦労もなくね、手に入れたお金で遊んで豪遊しているファンのことをね、よく思っていなかったんですよ。ね、その嫌悪感をね、殺意に変えてしまったのがこの出来事だったのかもしれないんです。リンに死刑判決が下された後、擁護の声を上げたのは、家族思いで優しい彼の本当の姿を知っていた学生たちでした。出勤日以外にも診療所を訪れ、無給でボランティアを行っていたリン。家族への仕送りだけではなく、四川省で震災が発生した際には生活費数ヶ月分をためらわずに被災地に寄付したリン。加えて勉強熱心で努力を惜しまない彼を慕う学生たちは決して少なくなかったんです。絵に描いたような人格者のリンがなぜルームメイトから見下された際には怒りを抑えられなかったのか。彼は人格者であると同時に自身のその人となりに対するおごりのようなものがどこかにあったのかもしれません。最終的に集まった死刑反対の署名は177名分。しかしこれは大学関係者のわずか 1% にも満たない数で、結局判決に影響を与えるほどのものとはなりませんでした。こうして迎えた2015年、リンの裁判は第2審でも死刑の判決となり、年内に刑が執行されることになったんです。